とにかく好きなようにやることと、そして派手だからこそ丁寧にやること、これすごく大事だと思います。ハロリン、ブラックダイヤモンドに所属しているポチニャムです。イエーイ。今回はイベントや気分が上がって目立ちたい時にやるメイク、派手メイクを紹介したいと思います。それではどうぞ。私が使っているカラコンはミンカラというサイトで売っているキングダムの17番です。これはなんと 16mm というとっても大きいサイズで、瞳がすごいパチッと開いて見えます。目がすごくデカめ効果があってとってもおすすめです。私が使っているスキンケアはこのドンキホーテで買ったボタニカルオールインワンです。これ一つでスキンケアが完璧にできちゃいます。私は脂肪が多い、まぶたに脂肪が多い奥二重なんですけど、このダイソーで売っている伸びるアイテープ絆創膏タイプスリム86枚、これを使って重いまぶたを持ち上げています。ポイントとしましては、まず目頭にペタッと貼って、目頭側から貼って、それを貼ったまま横に引っ張ってずらし、目尻をペタッて貼ります。そうするとぐっと持ち上がります。ちょっときつくしすぎちゃったなって場合は目を閉じてクイッとそのテープを伸ばしてあげれば緩くなるので調節可能です。まぶた重い方にも幅広二重ができちゃうのですごくおすすめです。ファンデーションはこちらのメイベリンピュアミネラルバーチャルイレイサーオークル2ファンデーションリキッドファンデーションと、そしてこちらの MAC のミネラライズモイスチャーファンデーション NC45 番を、こちらを筆の上でブレンドさせて使ってます。そうやってミックスすることによってギャルちゃんは日サロに行って焼いたりして肌の色が変わったりするんですけれども、その際にちょこちょこ1個ずつファンデーションを買い直してたらちょっとコスパが悪いので、その自分の首元の色に合わせてこれを配合して使います。私の場合はこちらのメイベリンが1対2、マックが2の方です。1対2で使っています。フェイスパウダーはこれ AC のハイカバーマットパウダー H、 お色の名前はヘルシースキンのフェイスパウダーを使っています。これもすごくマットに仕上がるので、お肌がやっぱりテカテカしてるとなんかこう油が浮いてきちゃってるように見えちゃうんで、これでテカリを抑えてすごくマットなお肌に仕上げてあげてます。私は口紅を塗る前にこのディオールのディオールアディクトスクラブバーム1番、このリップバームを使って唇の保湿をきちんとやっています。やっぱり唇がガサガサになってしまったり角質が剥がれてしまっているとやっぱりどうしても唇も折れないので、これ必需品です。これも化粧する最初の方に塗っといてあげて保湿して、化粧してる間に保湿されて最後にリップを塗ると調子がいいです。イエイ。目元を白くするのにはこのコンシーラーを使っています。これはキャンメイクのカラースティック1番フェイスカラーで、これは本来はクマくすみ用なんですけれども、私はこれで目の周りを白くして、これちょっと潤いがあるのでその上からシャドウが乗っかりやすくなって化粧がすごく崩れなくなります。シャドウがどっか行ったってことがなくなります。これで目元のちょっとマンバ風黒ギャルちゃんの白っぽさ、これで出してます。薬局とかで600円ぐらいでお安く手に入ります。アイシャドウはこれを使ってます。これはドン・キホーテで買ったドーリーエンジェル30カラーズアイシャドウパレットでございます。こちらなんと6種類も色があるんですけど、その日によっていろんな色を楽しめます。今回使ったのはまずアイホールにモノトーンコーナーの白を使ったのと、あとカラーせっかくなんで弾けたパープル系のお色を使いました。ただいまのポチニャムの髪の毛のお色がピンクと水色なので、同じピンク系とか水色系にしたらちょっと派手さが半減しちゃうなと思って、いろんなカラフルさを追求してまだ使ってない色の紫パープルをチョイスしました。こんな感じです。ちょっとテンションが上げな感じの時とか、ちょっと目立ちたいなって時など、このワンデータトゥーライナー
こちらを使ってます。これは普段のメイクでも使ってるんですけど、今回みたいにこういう結構目立っちゃうメイク、こういう時にも使えます。引き方としては、まず普通にスルッと目に沿って描くんですけれども、その時にオーバーラインしちゃいます。目頭の方も目頭切開メイク風に描きますし、普段は下のライナーはいっぱい描いちゃうとケバくなるので描かないんですけども、もう目立ちたいのでとにかく下のライナーもがっつり描いちゃいます。目尻の方も下にシュッとこう垂れるように流してあげてオーバーラインしちゃいます。はっきりした色なのでおすすめです。これ先ほど紹介したものと一緒のドーリーエンジェル30カラットアイシャドウパレットなんですけれども、これのモノクロコーナーの中心のこの黒色ブラックをこれを下のアイライナーの後に塗ってぼかしてあげます。ぼかしてあげることによってちょっと間違えたとこもなんか修正してなんかマシに見えますし、それだけじゃなくてぼかしてあげた方が自然に見えるので、これでぼかしてあげます。まずつけまつげを引くときに最初にこのコージーアイトーク二重まぶた用化粧品、これをまぶたにライナーの上に塗っちゃいます。ライナーの上の方に塗ってます。少しでも縦幅をでかく見せるためです。下にも塗っちゃってます。そして手で仰いで乾かします。私は束感のあるつけまつげとこのようなふさふさ感のあるつけまつげを重ねちゃってます。位置的には目尻寄りに目尻の方から合わせてあげる感じです。でもこれは本当に好みなので、どんな風に重ねてあげても何枚重ねてあげてももう本当に印象変わってくるんで、いろんなやり方で。私の場合は2枚使ってます。下につけてるつけまつげは実は本来は上まつげ用の D アップの801番を使ってます。それを下につけちゃってます。そうするととってもボリュームが出ます。もう間違いなく目立ちますね。次に先ほど最初に使ったワンデータトゥー、こちらのアイライナーでちょっとこう薄れてきたライナーの線などをもう一度きれいに塗りつぶしていきます。こういうところを抜かりなくやると雑な化粧じゃなくて濃いのに派手なのに可愛くなれちゃいます。そういうところを怠ってしまうとただの汚い感じの雰囲気に見えてしまうとすごくショックなので、すごく大事なところです。目の周りを最初にこのキャンメイクカラースティック1番で白くして、そのギャルちゃん特有の目の周りを白くする土台を作ったんですけれども、メイクしていく間にやっぱり薄れてきちゃうので、もう一度綺麗に本気モードで描いていきます。そしてそれだけだとベタついてしまうし取りやすいし滲んじゃうので、ちゃんと先ほども使いましたこちらのドーリーエンジェル30カラーズアイシャドウパレットのホワイト、このホワイトを使ってポンポンポンという風にのせていきます。眉毛を描く際に使っているのはこちらです。これはビボの、アイブロウライナーでございます。ビボアイフル眉墨 A ライトブラウン6番です。これは髪の毛明るくしてる子とかがだったら絶対持ってると言っても過言ではないぐらいの人気色でございます。ギャルちゃんはこれ結構持ってます。本当に持ってます。お値段もお手頃ですだし、スルスル描けます。で、眉毛を描く際のポイントは眉山をまず最初に見定めておくといい感じです。眉毛を上に上げて眉山を見つけて、そこからシュッと斜め上に強めにこう山登りする感じのライナーを引きます。直線の眉毛とかだとまあ可愛いんですけれども、ちょっと強めギャルということで今回は山を作って眉毛を描きました。そしてこちらはそのまま涙袋のシャドウにも使えちゃいます。涙袋のポイントは何回も重ねて陰影をつけることです。ただ単に一回プイって描くだけだと影というよりなんか線描いてる人みたいな感じになってしまうので、あくまでシャドウを描いてるところなので、ちょっと絵を描く感じで陰影をつけてシュッシュッシュッと濃くしたいところは重ね描きしてやるとおすすめです。はい、ギャルちゃんの鉄板のメイクは、目鼻立ちしっかりさせる。これすごく重要ですよね。その時に、ノーズシャドウの時に使った商品はこちらです。これはザ・ダイソーさんで売っているエルファノーズシャドウ B 小麦肌系
の方です。こちら薄いのもダイソーで売ってるんですけれども、普通肌のも。でも今回は小麦あい肌用の結構がっつり茶色を使ってみました。やっぱり今回は目立ちたいということでこれを塗るんですけれども、でも目立ちたいけどがっつり塗りすぎるとなんかただ描いただけの人になってしまうので、やっぱりどうしても自然に派手なんだけど自然にしたいので、必要なところに少しずつ足していきます。そしてナチュラルに眉毛にもこれ使っちゃいます。眉毛の生え際あたりにつなげていって、でそれで陰影をつけていきます。私が使っている眉マスカラはこれです。こちらキスミヘビーローテーションカラーリングアイブロウの7番のお色アッシュベージュです。これは普段の毎日のメイクにも使えるし、今回みたいに目立ちたい時のメイクにも使えるので、これ1本あれば間違いないと思います。私はいろんなアイブロウ買って試したんですけども、この子が一番しっかりついてくれます。ポイントはまず最初に目尻側から目頭に逆方向に流すようにつけます。そしてその後に目頭から目尻につけてあげるとしっかり毛にお色がついてくれるのでおすすめです。派手メイクで欠かせないハイライトはこちらのキャンメイクカラースティックの1番、こちらを使っています。こちらを土台にしてまず鼻先から額にかけて T の字を書いてます。それと同時に目の下にもちょんちょんってつけてあげて、 T 字のところはそのまま T ってそのまま伸ばして指で伸ばしてあげます。そして、目の下にちょんちょんって書いたところは逆三角形を描くように広げていきます。指に余ったこのキャンメイクのカラースティックは顎につけて立体感出してます。おまけです、それは。そしてそれだけだとベタついてしまうので、先ほども登場しましたこちらのエルファノーズシャドウ B 小麦肌系ダイソーで販売中のこちらのホワイトの方、先ほど使ったお隣のホワイトの方を筆を使ってのせていきます。これで陰影は完璧です。今回の派手メイクで使ったチークはじゃん、こちらです。こちらもダイソーで販売されているエルファマルチチーク C のオレンジでございます。これはオレンジです。今回はピンクだとちょっと可愛すぎになっちゃうし、それにこれからの季節暑くなっていくので爽やかに見せるのにはこっちのヘルシーな印象のオレンジをチョイスした方がいいなと思って今回はこれを使いました。そしてこれを頬にのせる時のポイントは内側に斜めにシュッて綺麗系に見えるように、まん丸じゃなくて内側に斜めにシュッという風に描いてます。でその時にあんまりぼやけて狙いを定めるために私は筆をあえて先っぽの方を掴んで筆調節してます。そうすると狙い定まって好きなところにちゃんとチークが乗っかってくれます。今回使ったリップはなんとリップではなくて、実はこちらのハイライトにも使用したキャンメイクのカラースティック1番です。これをリップ代わりにしちゃいます。正直結構ギャルメイクは何でもありです。前はポスカを使ったりいろいろしてたんで何でもありなんですけれども、今回はこれをまず最初にディオールで下地を作っておいたので、ディオールのリップでもう潤ってるので、その上からこのカラースティックを塗ってあげます。そしてそれだけだと真っ白だからちょっと可愛さプラスのためにちょっとピンクオレンジ程よいそんな感じのお色をのせたいなと思って使ったのが、上からのせたのがこのつーちゃんのキャンディードールの、リップスティック N ラムネピンクでございます。これは本当にピンクすぎないしオレンジすぎないし、しかもこのキャンメイクとブレンドすることによって黒肌が映える薄いピンクが完成します。でも若干オレンジっぽくも見えるのでチークとも相性抜群です。とにかく目立ちたいということで目の下にシールを貼ってみました。シールは本当に何でも OK だと思います。自分が可愛いなと思ったものを何でも好きなとこに貼っちゃっていいと思います。私は眉間の間に貼ったりすることもあるし、口の下とかに貼る時もあるし、とにかく
貼りたいところに好きに貼っちゃってます。もう好きなようにしたいし、好きなようにするのがギャルなので、もう本当に自由に貼っちゃいます。目立ちましょう。ポチニャムの派手メイクどうでしたか？ポチが派手メイクで心がけていることは、とにかく好きなようにやることと、そして派手だからこそ丁寧にやること、これすごく大事だと思います。それこそピカソにならないように丁寧に陰影をつけたりぼかしてあげたり、工夫をして研究して、そしてでもオリジナルでここは好きにやっちゃおうって、外すとか外してみたり、シール貼ってみたり、ラメをいっぱいつけてみたり、もう本当に工夫次第で自分の納得いく自己満だと思うので、自分が満足できる目立っちゃうメイクをぜひしていきましょう。今日のポチニャムのコーデのポイントは、とりあえず元祖ギャルでございます。ポチはもともと元祖なギャルが好きで、最近のギャルちゃんとかも可愛いとは思うんですけど、私はギャルが生まれた頃の頃のギャルが大好きなので、その昔のエッグを見たりとかして、それでちょっと昔のセンター街にいるギャルちゃん風をイメージして、それに近づけるようなコーデをしました。というわけで結構露出多めなんだけれども、でも別にいいじゃんぐらいの勢いでやっちゃってますそしてカラフルに仕上げました。橙色のパンツすごいお気に入りです。そして涼しいです髪の毛もモリモリにして、もうメイクもバッチリだし、もう何も無敵状態ですね。これは本当にギャル無敵だと思います。そんなコーデです。イエイイエイ。ちなみにこの指輪は指輪じゃないです。紙ゴムです。イエイ。そしてポチは派手になるために自分をカスタムしまくり、今回は猫耳をつけました。もう完全にどっかの獣です。強めギャルということで獣感を出してみました。獣だけど可愛いみたいな感じです。とりあえずテンション上げな感じです。よろしくお願いします。いかがでしたか？チャンネル登録おすすめしてます。ぜひチャンネル登録してね。そして私以外にもブラックダイヤモンドに所属している愉快な仲間たち、可愛い黒ギャルちゃんたちがいっぱい動画他にも載せてますので、どれがいいかなって自分に合うの見つけてみたり、いろんな発見あると思うので他のも見てみてくださいね。はい、バイバーイ。